ません、今更なんだけど言っていいですか？視聴者ははっと思われるんですけど、あやさんってなぜか間違えられるんだよね。いつも通りでください。あやです。今日はあやさん、前期お疲れ様でした。はい、明日から事実上後期になります。これね、不思議なんだけど、ママたちは3期生だったから休みごとにね楽器変わってたんだけど、10月の真ん中で前期後期分かれます。あいつは楽器が変わってたっていう感じ。何が違うかって言ったら、あ、成績表もらったわみたいな感じになると思います。あやさんにとって前期はどんな楽器でした？動物園におる気分で。穏やかにまとめると、とてもね賑やかな方たちだったみたいで、あやさんね陰キャなのでその陽キャチックで、しかもお祭りパーティー仕様の人にはちょっと苦手で、結構苦戦したらしいです。ちなみに後期は後期は大丈夫。心穏やかに過ごせるようなメンバーになったらしいです。マジ最高。マジもう神ありがとうありがとう。ということで、あやさん成績になります。簡潔に聞きます。前期の成績はあなたが想像していた成績でしたか？はい、想像してない方向の成績だったらしいです。帰ってって吠えてました。うるさかった。びっくりしたもん。もう想像と違うんやっけとか言ってで中身見たら、ママはあーなるほどなって思って、小学校と中学校絶対比べちゃダメなんですよ。小学校っていうのはやった出来高評価なんですよ。本当に頑張った子は周りの子関係なしに評価が高いんですよ。でできない子とか苦手な子はもうちょっと頑張りましょうねって評価があったりとかするんだけど、中学校違うんですよ。なので私頑張ったから成績いいよねっていう気持ちでいると、実際開けてみると、あれ私頑張ったけど評価はこんなのっていうのがすごいあるっていうのをママたちは知っててあえて言ってなくって、逆にあやさんがそれを実体験したっていうね、今回の成績でした。ママたちが見てまず言ったのは、授業中どうだったのって言いました。あやさんのテストっていうのはそこそこで悪くない点数だったと思うんですよ。に対して評価がこれってことは、授業中どうしてたって聞きました。まずあやさん授業中何してたの？ノートしか取ってないよ。あやさんは基本、ノートね丁寧に書くようにしているので、人よりか時間書くの遅いんだよね。だからそれに集中しているってこともあるんだけど、発言が他の子よりかどうかって言った時にどう？少ないと思うよ。少ないって言って本人も言ってます。陽キャとか発言キャラじゃないので、そこら辺は性格っていうものもあるので難しいかと思うんですけど、実はね中学校そこも評価されるんですよ。同じテストの点数を取っている生徒さんであれば、授業をしっかり聞いてるとか発言が多いとか、そっちの子の方を成績上げたりするのね。それは多分今回のやつで納得してもらえたと思うんだけど、なので来学期あやさんは何頑張るんですか？もう挙手やな。挙手とか、あとね授業を私頑張って聞いてますっていう体を今以上に頑張ると言ってました。むしろ私の名前間違えないでくださいって言ってこなかったやろ、あなたの場合は。ちょっとめっちゃ名前間違えられる。やろう。おかしいな。視聴者ははっと思われるんですけど、あやさんってなぜか名前間違えられるんだよね。小学校の入学の前に名札もらった時点でまず間違えられたので、あれなんで書いてあったの？多分ね、あと2年違って生まれてきたらなかった問題なんだよ。あやさんはそれじゃないのにそれって誤解されて、保育園の時は問題なかったんだよ。小学校上がった途端にまず教頭先生に間違えられて、その後に名札を間違えられて、その後にゴム印を間違えられて、名前のうわ間違えられて、もういろいろ問題があったんだよ、小学校の時から。何やったの？ね、もうそれ絶対酒飲みながら作業したやろ。そう、それは思うんです。一応言っときますけど、あやさんはキラキラネームとかドキュンネームではないんですよ。なんですけど間違えられるんですよ。しかも高確率で。中学校入ってからめっちゃ間違えられて。ね、なんでかと思ったら同級生にそのね
例の法則にのった名前の子がすっごくいっぱいいるんだよね。てか小学校の時より増えたよ。でしょ。おるよ。だからあやさんの時代はそういう流れの名前の子が多かったんだって。その中であやさんだけ違うから間違えられるんだって。おかしいな。おかしいやろ。ママはそんな普通につけたんだけどなぜか間違えられる。まあ、こういうね残念な名前の子もいるんですけど前期の前半だよね。あやさんが私の名前を間違えられるとずっと言ってて、でママもそのあやさんのノートに「あやさん頑張りましたね」みたいなコメントを書かれた時にノートに明らかに名前を間違えられてたんだよね。だからママがノートに付箋貼って「名前が違います」って言って書いて提出してもらったんだよね。二社婚の時にも先生にちらっと言いました。すいません、なんか娘の名前すっごく間違える先生が多いみたいなんでって言って、ちょっと本人すごく気にしてるんでって言って一言言いました。ママなんて言ったの？そうなんですかって言ってめっちゃ間違える人多いだけど、その後間違えられた？あるよ。4教科の先生は思いない。あ、そうか、あんなに授業がない先生だと間違えるかもしれないね。まあこれは世間に出たら多分きっと減ります。学生のうちは同じ年の子がいっぱいいるから、その罠にみんなハマるので、先生がこれさ、2年生になってからまた間違えられるんじゃない？そうです、先生変わったらまた間違えられますね。だだから発言とかをして間違えられないように「あやさんっていう名前じゃないよ」とか言って多分ねわーってくると思うのであれですけど、あやさんはあやさんです。いつも通りあやって呼んでください。むしろあやって呼んでください。はい、こんなような話を交えつつ前期終わりました。はい、で後期はさっき言ったみたいに何を頑張るかといったらよしです。はい、挙手を頑張ってくれるそうです。何が問題かって言ったら、あやさんがここまでテストを頑張ったのに納得いかないっていうのがついてることが問題。あやさん学生生活で名前で苦労して、中学校では成績で洗礼を浴びました。私いつも名字で呼ばれる。全員が全員振り向く。やっぱね、地域って言ったら同じ名字の子がいっぱい集まるんだよね。下の名前をはっきり覚えておいてもらわないと困るんだよね。まあ名前の方はねちょっともう半年も経ったのでいい加減覚えてもらいたいなっていう。で来年またリセットしてね私違いますってそろそろあやさんからも言わなあかんよ。言ってるでクラスの子も言ってくる。でもね、違います、名前違ってますって〇〇誰ですかって言ってくれるね、クラスであるからね、ありがたいんだけどね。もうね後期に入ってすぐテストあります。来月のポッキーの日、もう何がポッキーポッキーの日ぐらいにテストがあるそうです。5教科だけだからよくねえよ。もう早速ね勉強したいって言ってこの間本屋さんに行って本買ってきてました。学生さん勉強が本業です。頑張ってください。名前を覚えてもらえるように頑張ります。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。画面偏差値100円ぐらいやって化け物よ。振り切ってる。100円すぎる。あ、そう。74。74不使用だけどないよ、普通ぐらいじゃん。74って相当高いよね。もっといいかな。なんかないかな、顔面偏差値って。どの先生もさ、シンキングタイムの時にさ、いつもさ右側のドアに持たれるんやってそれだったら前の席の方がさ絶対バレんかったけどさ、たまに先生目合ってないかなって確認するけどさ、向こうから打つんだよまあそういうことで緊張感はあるからね。